皆様こんにちは、セリナです。今回は2025年一番使った最新の一軍コスメをメイクしながらご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。今回の動画では発売時期関係なく2025年に一番多く使用した最新の一軍コスメを実際にメイクしながらご紹介していきます。ぜひ皆様の最近のお気に入りアイテムもコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。他にも人気アイテムの比較動画はもちろん2026年春コスメのパーソナルカラーレビューも行っておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。それではベースメイクから順にご紹介していきたいと思います。まずは化粧下地です。こちらクレートポーポーテボワールイドラタンロングトゥニュです。2025年は優秀な下地がたくさん登場していて、ナチュラルなイメージに仕上げたいときやファンデーションなしで過ごすときは SK2 のベージュ、自然に色補正や肌トーンをアップさせたいときはエレガンスのイエロー、そしてツヤ肌に仕上げたいときはバーバリーを使用することが多かったですが、この優秀な新作下地を抑えて一番多く使用したなと感じたのはロングスレアのクレートポーボーテでした。この下地は汗や皮脂崩れをブロックしてくれて、かなり崩れに強いのにみずみずしいテクスチャーで乾燥も同時に防いでくれて、あまり肌の調子が良くないけれど崩れは対策したいという時にも安心して使えました。組み合わせるファンデーションを選ばずに使えるところもお気に入りポイントです。では実際に塗ってみたいと思います。水分をたっぷり含んだ薄膜の乳液のようなテクスチャーで、パサつきや乾燥が気になる時にも塗りやすいです。ほんのりピンクのカラーはつきますが、こんな感じで肌トーンが明るくなりすぎたり厚塗り感が出ないので、ファンデーションへの影響が少ない下地をお探しの方にも使いやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。みずみずしいテクスチャーなので少し毛穴がふっくらする感じはしますが、何も塗ってない方の肌とほぼ違いを感じないですよね。適度に保湿もしながら崩れを対策したいという方にぜひチェックしていただきたいアイテムです。続いてのアイテムはこちら。アディクションスキンリフレクトフィックスコンシーラー010です。アディクションのコンシーラーは2025年に一番多く使ったというよりも、発売以来何回もリピートしていて数年間愛用し続けているアイテムです。このコンシーラーはかなりカバー力が高いのに肌に一体化するような質感で、厚塗り感は出さずに気になる部分だけをカバーしてくれるところがものすごく優秀です。ちょうどこの辺りにあるニキビ跡に使ってみたいと思います。気になる部分に軽く点置きして、指でも綺麗にぼけますが、私はこういった毛量が多めのファンデーションブラシでぼかします。今回はローラメルシェのファンデーションブラシを使っています。ファンデーションブラシで軽くタップしながらぼかしていくと、こんな感じで、コンシーラーを塗った境目は全くわからないのに、気になる赤みやニキビ跡は綺麗にカバーされていますよね。このカバー力の高さと肌なじみの良さを両立しているコンシーラーはなかなかないんじゃないかなと思います。特にこの010のカラーは私の肌の色にぴったりで、特に綺麗に馴染んでくれてとてもお気に入りです。ツヤにもマットにも入れすぎない素肌のような質感を保ってくれるところもすごく綺麗だなと思います。続いてはファンデーションです。こちらプラダビューティーリビールメッシュクッションファンデーション LN10 です。こちらは2025年の2月に発売された新作アイテムですが、今年はこのファンデーションを使う回数がかなり多かったと思います。赤みや色ムラの補正力は比較的ナチュラルですが、毛穴や凹凸を埋める毛穴補正力がかなり高いので、厚塗り感がなく素肌のような今年っぽい肌に仕上げてくれるのに、しっかり作り込んだ肌に見せてくれるバランスがとても優秀です。私はハイカバーのファンデーションが大好きですが、プラダのクッションはナチュラルだけどすごく綺麗だなと感じたアイテムです。余分な水分や油分を一切感じさせなくて、肌にピタッと密着してくれるタイプなので、伸ばさずにタップしながら馴染ませていくとより綺麗に仕上がります。軽く塗っただけでもこんな感じで、
厚塗り感はないのに毛穴や凹凸がカバーされている感じがわかりやすいですよね。はい、こちら側半分に塗ってみました。ファンデーションなしの方と比較をしても、厚塗り感や重さは出ていないのに、毛穴や凹凸がつるんと滑らかになって、フラットな肌に仕上げてくれます。近くで見るとこんな感じで、素肌の透け感は楽しめつつ、毛穴や凹凸はしっかり埋めてカバーしています。このファンデーションは仕上がりの綺麗さはもちろんですが、夏場に使っても汗や皮脂崩れにかなり強くて、この仕上がりを長時間持続してくれるところも個人的なお気に入りポイントでした。かなりさっぱりした使用感なので、秋冬には少し乾燥が気になるんじゃないかなと思いましたが、秋冬に使ってもバサバサにならないところもすごくいいなと思っています。それではベースメイク最後のアイテムです。こちら。ルナソルスムースクリアパウダー01ルーゼントです。ルナソルのルースパウダーは何回もリピートしているかなりお気に入りのアイテムです。たっぷり塗り重ねてもファンデーションへの影響が全くなくて、フェイスパウダーを塗っていない状態のように仕上げてくれるのに、サラサラ感を持続してくれて、崩れにかなり強いところがお気に入りポイントです。今年は特にしっかり作り込まれているけれど、素肌っぽさを残したベースメイクにハマっていたので、このナチュラルなルースパウダーはいつもよりもさらに活躍してくれました。今回は付属のパフを使って塗っていきたいと思います。フェイスラインから顔の中心に向かってパフで軽く押さえるようにのせるとこんな感じで、厚みのある大きめのパフなのでしっかりパウダーを含んでくれて肌表面はサラサラに仕上がっていますが、パウダーなしの方と比較をしてもほぼ違いを感じないようなナチュラルさですよね。近くで見てもこんな感じで粉っぽさや厚みは一切出ていなくて、自然なツヤ感もきちんと残してくれます。ファンデーションの仕上がりを変えたくない方、ファンデーションのツヤを残したい方、ナチュラルなのに崩れに強いパウダーをお探しの方にはぜひチェックしていただきたいアイテムです。はい、こんな感じでまずはベースメイクが完成しました。続いてポイントメイクに移る前にアイブロウやマスカラなどを仕上げていきたいと思います。アイブロウとマスカラは去年から変わらず固定のものを使っているのでこちらで仕上げます。まずクリニークのアイブロウペンシルを使っていきます。眉を描く前に付属のスクリューブラシで毛流れを整えておくと描きやすくなります。程よい硬さのあるペンなので、元の眉と馴染ませながら描きたいという方にすごく使いやすいと思います。私の使用している03のカラーはほんのりカーキのニュアンスが感じられて、おしゃれな印象に仕上がるブラウンです。眉尻もこんな感じで、繊細なラインも描きやすいです。続いてジルスチャートのアイブロウパウダーの左のカラーを取って、眉頭から眉の中心にわっと乗せていきます。この付属のブラシが適度に色づいてくれてすごく使いやすいです。そして右のカラーを取って、今度は目尻側に乗せていきます。目尻側が濃く目頭側に向かって薄くなるようにグラデーションをつけると立体的な眉に仕上がります。こちらはほんのりパープルニュアンスのベージュブラウンなので、しっかり眉の印象は残してくれるけれど、程よい抜け感を出してくれます。そして最後にエレガンスのアイブロウマスカラを使っていきます。このアイブロウマスカラが本当にお気に入りで、濃い眉もしっかりカラーリングしてくれるけれど、ベタッとつかなくて、きちんと眉の毛流れやふんわり感を残してくれます。色味も適度に明るさは出ますが、白く飛ぶ感じがしなくてすごく使いやすいです。続いてマスカラです。まず資生堂のアイラッシュカーラーでまつげをカールさせておいて、エレガンスのカールアメイジングマスカラのブラックを使用しています。繊細なセパレートまつげに仕上げたい方や自然に長さを出したい方にすごくおすすめなマスカラなのと、目の下に落ちなかったり、カールを長時間キープしてくれる機能性の面もすごく気に入っています。ブラシも細いので下まつげもこんな感じでとても塗りやすいです。最後にディオールのリキッドアイライナーで目尻3分の1に細く跳ね上げラインを描いたら完成です。はい、こんな感じで完成しました。アイブロウやマスカラアイテムは仕上がりの綺麗さはもちろんですが、機能面も重視して選んでいるので、お直しなしでもメイクしたての仕上がりを持続させたいという方にとても使いやすいと思います。それではアイシャドウをご紹介していきます。こちら。
イヴ・サンローランボーテクチュールミニクラッチ710です。私は基本的にこういった濃いブラウン系でグリッターのような大粒ラメが入っているアイシャドウが大好きなので、今までもこちらのカラーを使用することが多かったですが、今年はこういった黄身ニュアンスのピンク系カラーにもハマっていて、ルヌフジュバンシュのナンバー09やシャネルのレベージュパレットルガールのテンダーなどを使用することも多かったです。ただやはりどんなシーンにも使いやすいのはこういったベージュやブラウンがベースになっているパレットなので、ベージュやブラウンをベースにしながらも赤み系のカラーが入っているサンローランが使いやすさと今の気分のバランスをちょうどよく叶えてくれて使用することが多かったかなと思います。ではパレット全色を使ってメイクを仕上げていきます。まず右上のカラーを指に取って上まぶたのアイホール全体にのせていきます。まずはマットな黄身ブラウンをベースに塗っておきます。このカラーだけでもしっかり目元に見えがついてくれて綺麗ですよね。続いて左下のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。この質もしっとりで発色もいいので、サンローランのアイシャドウは特に締め色をしっかり楽しみたいという方におすすめです。続いて右下のカラーを付属のチップに取って下まぶた全体にのせていきます。パールたっぷりのカラーなので、下まぶたにポイント使いするとツヤが出て可愛いです。最後に左上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。この程よく赤みを感じるグリッターがすごく可愛いです。サンローランのアイシャドウ、本当にツヤめきが綺麗ですよね。はい、こんな感じでアイメイクが完成しました。高発色なマットやグリッターのような大粒のラメなど様々な質感がセットされているアイシャドウなので、組み合わせ方次第で色々なメイクが楽しめますが、今回は個人的に一番お気に入りの方法をご紹介しました。ベースにマットカラーを仕込んでおいて、上に大粒ラメを組み合わせると、より立体感や華やかさを楽しめます。一見ベーシックなベージュブラウン系に感じますが、程よい赤みなニュアンスが効いているところがとても可愛いです。着てみるとこんな感じです。続いてのアイテムはこちら。アディクションザ・ブラッシュマット 013M です。このチークは2025年下半期のマイベストコスメや他の動画でもたくさんご紹介しているので目にする機会も多かったと思いますが、カラーも質感もかなりお気に入りのチークです。肌なじみ抜群のローズベージュで自然に血色をアップさせてくれて、質感もマットタイプなので毛穴や凹凸を感じさせない綺麗な肌に見せてくれるところもお気に入りポイントです。発色が青めなタイプなので、こういった平筆のチークブラシを使って塗るとしっかりカラーを楽しめます。で、ほんの位置から少し広めの範囲にふんわりのせると、このチークの可愛さがより際立ちます。軽くのせるだけでもこんな感じで、自然なのに血色が乗った感じがわかりやすいですよね。このブリリアージュのフェイスブラシもすごく使いやすくてお気に入りです。はい、両方の頬に塗ってみました。広範囲にしっかり塗り重ねても肌から浮く感じがなく主張しすぎないので、チークのカラー調整が苦手という方にも安心して使いやすいと思います。そして近くで見てもこんな感じで、たっぷり塗り重ねたのにチークが毛穴落ちすることもなく肌に綺麗に馴染んでいますよね。アディクションのブラシのマットタイプはこの質感の綺麗さもすごく優秀なポイントだなと思っています。目元やリップを主役にしたい時に程よい血色感をプラスしてくれるチークとしても活躍してくれるので、一つあるとどんなメイクにも組み合わせやすくておすすめです。続いてのアイテムはこちら。ディオールスキンフォーエバーグロールミナイザー03ピンクヘイローです。私は内側から発光したようなパールで作る濡れツヤタイプのハイライトが大好きで、今年発売されて話題になったナーズや長年愛用しているボビー・ブラウンのハイライティングパウダーもたくさん使用しましたが、今年は何といってもこのディオールのハイライトが大活躍してくれた年でした。濡れたようなツヤ感、パンと張ったような発光感、そして程よいピンクニュアンスで主張しすぎないけれど自然に血色感をプラスしてくれるところなど、今まで使用してきたハイライトの中でもかなり上位に入るほどのお気に入りアイテムです。こちらも先ほどチークをつけたような平筆のブラシで塗るとよりパールが磨かれて綺麗に肌に乗ります。こんな感じで
濡れたような発光ツヤが乗ったのがわかりやすいと思います。チークにかかるように C ゾーンに塗るのはもちろん、ブラシの側面を使って目頭代わりに軽く入れたり、鼻筋にも薄く塗ると立体感が増します。こちら側半分に塗ってみました。顔を動かすとツヤツヤに光る感じがとてもわかりやすいと思います。これだけツヤは強いですが、パールはかなり微細なタイプなので、近くで見てもこんな感じで、そこまで毛穴が悪目立ちしないところもすごくいいなと思います。粉質自体はとてもしっとりしているので、時間が経ってもパサついたり浮いてくる感じがしないところも使いやすいです。濡れたようなツヤ質感のハイライトがお好きな方にはかなりおすすめです。それでは最後、リップをご紹介していきます。シャネルルルージュディオウルトラトゥニュ43センシュアルローズです。たくさんの話題のコスメが登場した2025年ですが、シャネルの落ちないリップは中でもかなり話題になりましたよね。シャネルのいいところは色持ちの良さはもちろんですが、カップや食器、ティッシュやマスクへ色移りしないところが最大のポイントかなと思っています。個人的には色持ちよりも色移りのしにくさを重視するのと、ツヤツヤに仕上がるリップが大好きなので、この綺麗なツヤ感で色移りしないものはなかなかないので、ものすごく愛用しています。大人っぽいメイクに仕上げたいときは69のテンダーベージュ。少し鮮やかさや華やかさが欲しいときは43のセンシュアルローズをよく使用しています。今回は明るい印象に仕上げたいので43のセンシュアルローズを使っていきます。43はかなり鮮やかなカラーで発色もいいので、指でぼかして調整しながら塗っています。唇の上にのせるとこんな感じです。直塗りするとかなり鮮やかで濃いピンクに発色しますが、指で調整するとこのくらいの発色に抑えることもできます。指塗りで調整しながら塗っても色持ちの良さにはあまり影響を感じなかったので、私はこのくらいに抑えて使用することが多いです。落ちにくさや色移りしにくさの機能面はもちろんですが、私はこの上から重ねるグロスの光を反射したような立体的なツヤ感がものすごく好きです。シャネルらしい高級感のある立体感を唇でも楽しめるところがさすがだなと思っています。はい、こんな感じで2025年一番使った最新の一群コスメを使ったメイクが完成しました。まずベースメイクはトレンドのサーダっぽさを残した印象なのに、きちんと立体感やメリハリ感、毛穴レスな質感など作り込んだ肌に見せるようなアイテムを組み合わせることが多かったです。この組み合わせは長時間過ごしてもこの塗りたての印象をそのまま保ってくれるので、機能面でもとてもお気に入りです。そしてポイントメイクはベーシックながらも血色を感じるようなアイテムや、私は特にピンクを取り入れることが多かったなと改めて感じました。皆様の最新のお気に入りコスメもコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。2025年もたくさん動画を視聴してくださったり、温かいコメントや応援、本当にありがとうございました。来年も少しでもコスメ選びやメイクのお役に立てるような情報を発信していきたいと思いますので、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。それでは2025年も最後までありがとうございました。